おはようございます。桜井です。今回は今話題のトランプ政権のビットコイン戦略について深掘りしていきます。トランプ大統領が政府のビットコイン備蓄を進めようとしているのをご存知でしょうか？こちらに関しては先日も何回か取り上げましたが、この動きに対して民主党は強く反発しており、利益相反ではないのかと問題視しています。もしこの計画が本当に実行されれば、ビットコイン市場はどうなるのでしょうか？価格は上がるのか、それとも下がるのか？投資家にとってチャンスなのか、それともリスクなのか？今回の動画ではトランプ政権のビットコイン備蓄計画の内容、民主党の反応、市場への影響を詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。では、まずはトランプ政権が進めているビットコイン戦略について解説していきます。トランプ政権は現在、戦略的ビットコイン備蓄を確立しようとしています。これはアメリカ政府がビットコインを国家レベルで保有し、経済政策の一環として活用とするものです。政府が押収したビットコインを活用するだけではなく、さらに追加の取得も検討していると言われています。この動きはビットコイン市場にとって非常に大きな影響を与える可能性があります。さらにトランプ大統領を支持するワールドリバティファイナンシャル、通称 WLFI という企業も大きく関わっています。この WLFI は最近 5.9 億ドルもの資金調達を完了しました。この資金がどのように使われるのか、今後の展開が注目されています。政府が公式にビットコインを備蓄することは、ビットコインの価値を押し上げる要因になるのでしょうか？それとも市場の不安定要素として働くのでしょうか？この点に関しては後ほど詳しく考察していきます。では、ここまででトランプ政権が進めるビットコイン備蓄の計画について説明しました。これに対して強く反発しているのが民主党です。民主党のジェラルド・イー・コノリー議員は、この計画に対し利益相反ではないのかと財務省に停止を求めています。なぜならトランプ大統領とその支援者がこの政策によって直接的な利益を得る可能性があるからです。特に問題視されているのがトランプ陣営と関わりの深い先ほども言ったワールドリバティファイナンシャル、つまり WLFI の存在です。WLFI は先ほども言いましたけれども 5.9 億ドルを調達していて、この資金がビットコイン市場やトランプ陣営にどのような形で流れるのか不透明な部分が多いと言われています。さらにトランプ政権がこの計画を進めるにあたり、議会との協議がほとんど行われていないことも問題になっています。本来国家の財政政策に関わる重要な決定は議会で議論されるべきですが、今回の計画はほぼ一方的に進められている状況です。民主党側は政府の資金を使って特定の資産、しかも投機的な暗号資産を買い占めることは不健全な政策だと主張していて、トランプ陣営との衝突が激しくなっています。では、この対立がビットコイン市場にどのような影響を与えるのでしょうか？次のセクションで詳しく見ていきます。はい。では、ここからはビットコイン市場への影響ということで、ここまでトランプ政権のビットコイン備蓄計画と、それに対する民主党の反発について解説しました。では、この動きがビットコイン市場にどのような影響を与えるのか考えてみたいと思います。まず、政府がビットコインを戦略的に保有しようとすることで、長期的にはビットコインの価値が上がるという見方があります。なぜなら政府の買い占めによって市場に流通するビットコインの供給量が減り、価格が上昇する可能性があるからです。しかし一方で短期的には市場の混乱を引き起こすリスクも指摘されています。トランプ政権の動きに対する民主党の反発や規制の強化が進む可能性があるため、不確実性が高まり、投資家が慎重な姿勢を取るかもしれません。また最近のビットコイン市場の動向を見ると、価格が下落傾向にあることも気になるポイントです。市場の流動性が逼迫し、売り圧力が高まっている中で、政府の動きがどのように作用するのか、まだ予測が難しい状況です。つまりトランプ政権のビットコイン戦略は、ビットコインにとって追い風になる可能性もあれば、市場の不安定要素として働く可能性もあるという非常にセンシティブなテーマなんです。では最終的にこの計画はどこへ向かうのか、そして投資家はこの状況をどう捉えるべきなのか、次のセクションでまとめていきたいと思います。はい。ということで今日はここまでトランプ政権のビットコイン備蓄計画、その背景にある政治的な対立、そして市場への影響について解説してきました。
今回の動きを整理すると、トランプ政権は政府のビットコイン備蓄を強化し、可能な限り多くのビットコインを取得しようとしています。一方で民主党はこれを利益相反だと批判し、財務省に計画の停止を求めています。この対立が続く中、ビットコイン市場は短期的に不安定な動きを見せるかもしれません。しかし、もしトランプ政権が計画を推し進め、政府の大規模な買い入れが行われれば、ビットコインの価値にとって大きな追い風となる可能性もあります。では、この状況の中で皆さんはどう考えますか？トランプ大統領のビットコイン戦略は市場にとってプラスだと思いますか？それともリスクが大きいと感じますか？ぜひコメント欄で皆さんの意見を聞かせてください。僕自身はこれが今回実装されたら下げると思っています。なぜかっていうと、国が管理するようになることに対して嫌がる人が結構多いんじゃないかなと思うんですよね。暗号資産っていうのは国とか関係なく中央集権的ではない分散型っていうのが一番いいわけで、そこに対して国が関与してくるとそれを嫌って売るっていうことも考えられるのかなと思っていますので、これが実行されたら僕自身は下がるのではないかなと思ってますけれど、どうでしょうか。もちろんこれに対して賛成派反対派いろいろとあると思いますけれども、ぜひ皆さんの意見をコメントで教えてもらえればと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。ここで重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断するということが大切です。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では、今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価もよろしくお願いいたします。では、最後にお知らせがあります。今は僕自身暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてみてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらから参加されてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。